足裏合わせて座ると膝が開かない。地面に座ると腰が丸くなる。実はこれ、肥満の原因なんです。皆さんこんにちは、中川ゆきです。今日は服を着ても隠れない下腹ぽっこりに浮き輪肉。ズボンを履いたらパツパツになる太ももの下半身太り。全部まとめて解消する方法をご紹介していきます。で、実はですね、股関節の硬さ、放置をすると今言った症状だけではなくて、その周辺にある膝の痛みや腰痛の原因にもなってしまいますから、必ず股関節は柔軟にして、美しく健康な体を作っていきましょう。で、今の話を聞いて、自分はこれまでの人生で一回も柔らかくなったことがないから無理だと思った方は大丈夫です。安心してください。これまでの人生のやり方を同じようにやっては同じ結果しか出ませんが、今日はちゃんとですね、最短最速で体が美しく、そして股関節が柔らかくなる体の仕組み、解剖学をお伝えしていきますので、これを学んでから一緒にストレッチをすれば必ず体は変わっていきます。今日も一緒に頑張りましょう。早速解説をしていきますが、なぜ股関節が硬いと太りやすくなってしまうか。これは厚生労働省のデータなんですが、このように人が1日に消費するカロリーというのは、約 60% が基礎代謝、何もしなくても筋肉が消費してくれるカロリーのこと。そして 10% が食事誘発性熱産生。食事をした時に体が熱を発したり分解する時に使うエネルギーです。そして 30% が身体活動によるエネルギーの代謝。この中でも最近では肥満とニートと言われる運動の種類が非常に関係しているんじゃないかと言われてきています。このニートというのは非運動性身体活動のこと。つまり家事や日常生活での運動のことですね。こちら比較した図になるんですが、一般体型の方はだいたい1日に407分座った姿勢。それに対して肥満体型の方は1日約571分も座りっぱなしの姿勢を保っているというデータです。つまり約160分も肥満の方に対して一般体型の方は1日歩いている時間、立っている時間が長いんですね。ただしここで落とし穴なのは、同じ立ってる歩いている動きでも股関節が柔らかい人と硬い人では全然対処量が変わってくるっていうこと。というのも、股関節には大腿四頭筋やハムストリングス、そして大臀筋といった体の中で代謝の大部分を占める大きな筋肉がたくさんついているからです。ですから今言った筋肉をしっかりとストレッチをすることによって、結果的に股関節も柔らかくなっていきますから、今日は3ステップで構成をしています。まずステップ1で柔軟性チェック。ステップ2で股関節のウォーミングアップ。最後ステップ3はカエル足での股関節エクササイズ。この流れで効率的に柔らかい股関節を作っていきましょう。それでは一緒に頑張りましょう。それではチェックから行いましょう。まずは足裏を合わせてカエル足開いていきましょう。45度以上しっかり開くことができればバッチリです。これが45度よりも開かない、もしくは片方だけすごく開きが悪いという左右差がある方は NG です。ストレッチをした後はしっかりと両足が開くように変わっていきますから楽しみにしておいてください。それではスタートです。まずは寝転んで足をかけましょう。そのまま膝を横へツイスト。しっかりねじりを加えていきます。お尻の横がピーンと伸びればバッチリです。このあたりいい感じ。そうです。普段固まっているところをしっかりほぐします。今はカエル足と反対の動き、内股をしていますけども、固まっているところをしっかりと探していきます。特にカエル足をするときは逆の動きをたくさんすることによってカエル足もやりやすくなってくるんです。このあたりお尻の筋肉皆さんありますね。ここが硬くなっている人結構多いですよ。しっかりと膝を地面に近づけて目いっぱい深く吸ってゆっくり長くはーっと息を吐き切る。そういい感じ。さあ今度は反対です。足を組み替えてそのままねじりを加えていきましょう。膝を地面に近づけます。しっかりとねじってそうです。両方の肩、上半身は地面から離れないようにどこまで膝を近づけることができますか？膝は痛くない範囲でいいですよ。違和感がある方は無理はしないで。人と比べる必要はありませんからね。昨日の自分よりも1ミリ成長していきましょう。毎日毎日少しずつ成長を積み重ねて美しい体作っていきたいと思います。いいですね。お尻が伸びてます。そうです。そのまま深呼吸。ゆっくり呼吸してぎゅっと地面に膝が近づきますね。だいぶ股関節の外側ほぐれてきましたね。
いいですよ。さあ今度はガニ股カエル足。そうです。しっかりと股関節を開いて閉じましょう。開くときにしっかりと内ももが伸びるのを感じて、この辺り内ももがピーンと伸びます。さっきは内股をしましたが、今度はガニ股。この動き、逆の動きを交互にしていくとどんどん体は柔らかくなっていくんです。いつも同じストレッチばかりしている方はこうやって逆の動き取り入れてみてください。すると一気に体が変わっていきます。下腹力入ってますね。お腹薄く、内ももが伸びていく。そう、深呼吸するとさらに伸びが強まっていきます。深く吸って、ゆっくり長くはーっと吐いて脱力。はい、だいぶ力が抜けてきました。また内股をしていきますよ。膝同士をくっつけてかかとを持ち上げる内股エクササイズ。この時使っていくのはお尻の外側です。できたら下の脇腹にスペースを作って、ここが潰れない。使っているお尻の横、この辺り感覚ありますか？ちょっとだるくなったら大正解。分かりにくい方はできる範囲でいいですからね。やっていきましょう。感覚ない方はお尻触ってみてください。筋肉がぎゅっと縮んで緩んで縮んで緩んでという感覚、ちょっとずつ分かるようになっていきます。しっかりと自分の筋肉と会話をしながら、そうお尻の筋肉ですよ。よいしょ。ちょっと太もも力入る方もねいると思います。それでも最初は大丈夫。はい、では今度反対側いきますよ。呼吸は忘れずに、この辺りお尻の横、よいしょ。はい、しっかりと内股戻す、内股戻す。そうです。内股にして戻すときゆっくり戻しましょう。コントロールしてお腹の下にはしっかりスペースを保つ。そう、地面と脇腹にスペースありますね。このスペースがあるとよりお腹もお尻も締まります。わかりますか？使っている筋肉、骨盤を自分から遠ざけていくような感じ。そうです。脇腹スペースできました。いい感じ。これが潰れちゃうと NG。 太ももに力が入ったり足が太くなる原因です。ちゃんとお腹の下、そう地面と脇腹にスペースを作るイメージ。お腹がギュッと締まっていきます。ナイスです。はい、じゃあ今度ももの前伸ばしていきます。膝をね曲げてギュッと後ろに引くんですが、どっちなしてもいいです。両方しますからね。はい、ではしっかり膝を後ろに引きましょう。ももの前のストレッチ、大腿四頭筋ですね。伸びてる感覚わかりますか？膝を後ろに引くと伸びが強まるこの筋肉、付け根から膝のあたりまでつながっています。特に太ももを細くしたい方はこのストレッチ大切です。腰が反らない、お腹に力を入れてギュッと、そう下腹を締める。お腹が締まると自然と太もも伸びが強まります。さらにお尻も力が入ってきます。バッチリです。 OK。 さあさあさあ、そのまま呼吸して、いい感じですよ。その調子その調子。良くなりました。はい、今度反対側、ももの前を伸ばしていきますからね。皆さんもう覚えましたね。大腿四頭筋。そう、この筋肉をしっかりと伸ばします。この時の注意点、かかとが外側や内側にずれてしまわない。ちゃんとお尻の真ん中、そうです。膝とかかとまっすぐ地面と平行です。この位置がずれると足が歪む原因ですからね。同じストレッチをするんであれば、ちゃんと綺麗な足を作れるように自分の骨格、歪みを整えていきましょう。がむしゃらにエクササイズをしても人によってはそれが逆効果になってしまうことがありますから、ちゃんと伸ばしている筋肉を感じたり、膝をしっかり引いてポイントポイントを押さえていきましょう。そう、今呼吸もできてますね。素晴らしい。その調子です。
はい、いいです。さあ、今度はももの裏側、ハムストリングス。はい、この筋肉はしっかりとお尻ともも裏の境目を作るためにも必要です。特にお尻と太ももの境目がなくなっている方、なんか同化しちゃってる方は、ここしっかりと伸ばして、くっきりしたもも尻の境目を作っていきます。よいしょ。はあ、ただし結構痛いです。そう、痛い、辛いっていうのは伸びしろですね。やればやるだけ自分の足が綺麗に、ヒップもプリッともも尻に上がっていきます。そう、その調子です。いいですよ。よいしょ。いけそうやったらつま先掴む。うわー痛いっていう時は手を離しても大丈夫ですからね。そうです。無理はしないで。あくまで自分のペースで股関節を折り曲げる。そう、いい感じ。ナイスです。OK。さあ、今度は反対のハムストリングスを伸ばしていきます。股関節をちゃんと曲げてから、そう、ここを曲げれば曲げるほどハムストリングスが伸びていきます。よいしょ。もも裏の筋肉、喜んでいますね。ナイス、その調子です。かかとを天井に向かって蹴り上げるようにして、そうそうそう、もう慣れてきてる人は足首を曲げる。ふくらはぎ、もも裏まで伸びてきます。また慣れないなーっていう方は無理はしないで心地よく。呼吸を深めることに意識を集中。ふくらはぎの裏側、ももの裏側がピーンと伸びてます。余裕があったら足首がキュッと曲がる。つま先掴んでもいい。痛いですね。はい、いいですよ。はい、笑ってますけど僕も痛いです。いい感じ、いい感じ。ナイスです。さあ、それでは膝パカ、地面に置いたままやってもらってもいいですよ。慣れてる方は持ち上げて、よいしょ。足上げるだけでお腹も締まるし、そして膝パカすることで内ももまで細くなります。どうでしょうか。しっかり股関節を開いていきましょう。ほいしょ。お腹を締めて、今呼吸止まってませんか。呼吸して。皆さん見えてますからね。気を抜かないで。そうです、そうです。今ぐらい呼吸を深く、長く、ゆっくり吸って、目いっぱいハーッと吐き切って、頑張って頑張って頑張って、その調子。内ももに力が入ってきました。いいですよ。ここまで頑張って頑張って、次でおしまいですからね。あと一息です。そう、ナイス、よく頑張りました。はい、それでは最後はカエル足で10回一緒に行きましょう。せーの。1、2、3。しっかり内もも閉じて。4、いいですよ。ナイス。5、はい。6、息吐いて。7、その調子。8、あと2回。9、最後。10、内もも締めて。ナイスです。よく頑張りました。偉いです。はい、どうでしょうか。これで最初よりもかなり股関節が開きやすくなっているはずです。開きにくかった方もちゃんと地面に近づいてきていますね。このように体の仕組み、解剖学を学べば美しく健康に体が変わっていきます。本気で体を変えたい方は概要欄からオンラインで学べるストレッチの学校 YouFit 1週間無料体験をしてみてください。そちらでは皆さんからの質問にライブなどを通じて直接回答をしていますのでお会いできるのを楽しみにしています。そして今日の動画もいいなと思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。